皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声をですね、今回は加藤一二三九段に設定してあります。あなたが後手です。はい、私後手番ですね。相手2段の方です。さあ今回ね、8四歩で居飛車模様にいってみますかね。さて相手の方ね、棒銀が得意戦法ということでしたが、これはね角換わりのようなねスタートですね。6八銀と上がりまして、4四歩と止める形ですと、これでね4四歩と止める形ですと雁木になっていきます。ここで2五歩とそうですね、こう突かれると4四歩には2四歩でね横歩を狙われるような手があるので、角を交換して、これは角換わりのね将棋ですね。で銀を上がりまして、この時に2四歩ねいけそうなんですが、2四歩同歩同飛車には3五角と打って、5七にね角を成る形があるので、そうですね銀を上がりました。3三銀と上がりますか。そうですね、これで角換わり、最近ね非常にプロの棋戦でもねずっと流行している形ですね。で3六歩、これは結構積極的なね、手を狙っている可能性がありますね。はい、この3七に銀が来るか桂が来るかでまず大きく、そうですね桂馬だったので、どっかで思い切ってね4五桂と飛んでくる手がありますね。その手を警戒しながら指す必要があります。そうですね、4六とついて王様ねまだ居玉なんですが、場合によってはね居玉のまま4五桂とね飛んで2四歩同歩同飛車とね絡めて攻めるというね可能性がありますね。はい、で7八金と上がりました。この金上がるとね少し穏やかな感じもありますけどね、まだ分かりませんどうなっていくの。ね、現金を上がりますか。少しねこれで王様移動したので、すぐ4五桂とね飛ぶような将棋とはならなかったですね。はい、ただいつでもね4五桂と飛んでくる手はもちろん考えられるので、私の方としてもねその手を警戒しながら指す必要があるということですね。これ4八金はね近年流行の形ですね。私は銀を早めに上がっていますか。はい、この時に私の方はねもう金を5二金と上がっているので、6二金型にはねしにくいという事情があります。どうしますかね、今度このくらいを取って指してみますか。6五歩とね、これねちょっと、注目の一手でね、今回の工夫の一手ですね。こうついて、この歩の下にね角を打つ形をねちょっと今回やってみたいと思います。で銀を上がって、どうしますか、これ先に角を打つか、桂馬を飛ぶかすごい微妙なところなんですけど、先に角打ってみますか、分かりやすくね。一応角換わりでここのね地点に角を打つっていうのは好位置の一つですね。はい、でただこの角がねちょっと一旦こう浮いてるような格好なので、次にねこれ7三桂と止めると安定するんですね、いろいろな意味でね。だからこの瞬間ちょっと怖いですね。相手の方今これ4六の歩をこう取り狙ってるんですが、穏やかな手ですとね4七金のような手なんですけど、例えば4五桂とかね、もうこの瞬間に動いてくても考えられなくはないので、王様がね一応6八玉で居玉は解消してますから、ちょっとねこの瞬間怖い。それにも相手のここで考えられてるのは非常にねそういった意味でも強い方ですよね。はい、4七金とかね、4五歩とかね、この歩を助ける手なら穏やかです。はい、ただこの瞬間にチャンスと見てね何かもう例えば3五歩同歩4五桂とかねもう過激に来る手も指し手のね候補としては考えられるということですね。はい、それをやられると私の方もねかなり考えないといけないですね。その先どうやって受けるのかというのを。はい、こういう角換わりの形ですね。ここに3七に桂馬がいて腰掛け銀なんですけど、これ4五にね桂馬飛ぶ形っていうのは非常にこの攻めの形なんですけど、4五桂ってね、近年はこう単にポンと飛ぶ手も多いんですが、一つの形としてはねこう3五歩とついて、ここの歩ですね、この歩をこう交換ね3五歩同歩と切っておくと、後に4五桂と飛んだ後に、銀がかわした後にね3三歩と打てるとかね、この3五歩と一回ついとくっていうのが一つ、形の急所なので、本局はね4七金で受ける手なんでね、穏やかになりそうですが、仕掛ける時にはね3五歩とつくのが一つ、形ですね。はい、でこれなので私も桂馬を飛んで、これで角を安定させて、ちょっと穏やかな感じになりましたかね。ここで動くっていうのはちょっとねここでね
先手が動くっていうのは若干やりにくいんですね。理由としましてはこの3八にね、ここに銀を打つような手が一応あるので、この時になんかちょっと例えば4五銀みたいな手がやりにくいってことですね。はい。もちろん4五桂は考えられますけれども、ちょっとね、私も7三桂っていうのは結構大きい手で角の頭も安定しましたし、ちょっとここで仕掛けるのはやりにくいとは思いますけどね。分かりません、もちろん仕掛ける手もあるんですけどね。はい。私の方の方針としては、ここに角をね、一方的に打たされるんですが、打っておいて、この歩もついてね、駒組みを進めて、角でね、睨みで、攻撃を、相手先手のね、攻めをこう封じてね、模様よく指していこうということですね、じっくりね。で、この5四の銀と7三桂どうしても飛びたかったっていうのは、6六同歩同銀とね、そうですね、今ここ来ましたけど、これちょっと強気の手ですね。こう同歩で、同銀と来た時に6五歩とね、打てるようにしたということなんですが、これ同銀ですね。これ8六歩つく手もありそうなので、ちょっとこれは迷いますね。6六歩は若干危険な手だと思います。これははい。今の6六のとこで、例えば8八玉入るとか、1七香から1八飛車とかね、そういう手なので上がったんですけど、これはねちょっとね波紋を呼ぶかもしれないですね。これ桂飛ぶ手があるかもしれないです。8六つく手もあるし、いやこれ迷いますね。相手の方もちょっとこれね6八飛車予定ではなかったと思うんですね。ただ同銀で取ると8六歩と突かれる手があったので、飛車を回って、これ穏やかに指すのは2二玉ですね。で6六飛車6五歩と打てば穏やかなんですが、これ一手ね、この瞬間私の番なんで、例えば6五銀みたいな手も非常にやってみたいですね。6五銀同銀同桂とかね、やっていっても相当危険な格好ではありますよね。で6六飛車7七桂、どうなんだろう。非常に怖い、お互いに怖いですね。それはすごい切り合いになりますが、あとはね8六1本突くとか6五桂でいく手もありますかね。桂でいくとただ銀引くのかな。6五銀同銀同桂6六銀だと8六歩と突いて、それもねかなり危険ですね。取ってなってどうなんだろう。いやー、銀ぶつけたくなりますね。王様入ると穏やかです。繰り返しになりますけど、で6六飛車6五歩と打って飛車を下がると。それで別にこの一歩持たれましたけど、ここの歩交換っていうのは場合によってはね、この6六の地点に歩をこのくらい取ってれば6六桂とか打てる傷になるんでね、別にいいんですが、ちょっとこの微妙な手順でね6五銀とぶつける手をちょっとやりたくなりますよね。6五銀同銀同桂で、6六飛車か6六銀か、あるいは6五銀の時に違う手やってみますか。思い切ってねちょっと動かしてみたいとね、皆さん分かりづらいと思うので、無難な手、すみません再三ですけど、無難な手はもう2二玉と入る手でした。はい、2二玉と入って、2二玉と入るとか、6二飛車回るとかね、この6六の取り返されるのを、許しちゃえばねなんてことないんですが、ちょっとねこう一手なんていうんですか、6六歩同歩で6八飛車っていうのはちょっと危険なっていうのはそういうことなんですね。一手ずれてるんで、この瞬間にね私の方に手番が来てるんでね、これは誘われたんですけどね、将棋でもこういうのよくあるんですけど、誘われて行ってみたものの、実はね、誘いの好きだったり、普通にやっといたらよかったなってこともよくあるんでね、この場合はどうなんでしょうかね。ちょっと早指しですね。この見た感じでは分かりませんけど、若干でもね見た感じでは危険ですね。パッと見ははい。やっぱりね玉の近くの拠点なんですよね、この6六の歩っていうのはね。だからこの歩をやっぱ生かしたくなるんですよね。玉から遠いところのねなんていうんですか、突き捨てとかだったらそれはねいいかってなる。例えば1五歩同歩とかの突き捨てを咎めようっていうのはあんまりないんですけど、この地点ね玉の近くなんでねこうぶつけていきたくなるんですよね。であと玉と飛車がこう接近してるんですね。こうやって玉と飛車が接近する形っていうのは一般的に将棋では非常に危険とねされている形ですね。具体的に言いますとこれ6五同銀同桂6六銀でね8六歩と突く手がありまして、同歩同角ってなるとね角でこう一気に飛車と玉をねいっぺんに攻める、ここで同桂なんですけど、ここで分岐点ですね。銀これ取れちゃうとこれ一番強気です。これがね一番迷うんですね。銀をこう5四銀と打つか、5四銀と打ってね厚く指すか、もう銀を取っちゃうか。銀を取るとね一番お互いにとって怖い変化ですね。銀取っちゃいますかね。5四銀もね無難な手なんですけど、これやっぱ銀取りたいですね、私ですね。これで同桂とか同金なら穏やかですね。だから角を取るともう大変です
角を取るとね、もうどうなってんだかっていうね、どうなってんだかって言っちゃいけないですけど、もうめちゃめちゃ激しいですね。ただ角を取った時に飛車をぶつけるような手があるかもしれないですね。まあ相手の方もこれ同桂とか同金と取れば穏やかなんですけど、やっぱりこう攻めの銀と守りの銀がね、攻めの桂と守りの銀、銀桂交換で駒損になっちゃうんで、これは角を取りたいはずです、本音はね。ただ角を取るとね、そうですね、来ましたね。やはり相手の方は強く踏み込んできました。さあここでまたね、選択肢ですね。まあ6三銀とか打っとく手もありますね。6三銀と打って飛車どこに引くんだいと。で、6九飛車ですと5八に銀打つ余裕があって、6六飛車っていうのもなんか中途半端な位置なんですよね。なのでまあ銀を打つ手もありますし、6二飛車っていうのが一番ハードですね。ハード。それをやるともう下手をするとその決着しそうな勢いですね。やってますかね。まあ6三銀はねあるんですけど、6三銀と打って、ただ6六か6五に引かれた時は難敵ですかね、ちょっとね。まあ金を取る手もあるんですけど、まあこれ王手で取れるんでね、最後に回して、まあ飛車ぶつけてみますか、思い切って。これ一番鍵。まあこれ実はね、まあこのさっき6五に行こうかなって言った時にこの辺ぐらいまでは読んでたんですけれども、まあいざなるとね、相当これは激しいですね。相手の方もね、これ角角銀でさらにこれ飛車が手に入るんで、かなり豊富な持ち駒になるんですよね。なので果たしてどちらが勝っているのかっていうのは非常にね、これが角換わりのね、角換わり戦の怖いとこですよね。一気にこういうことになるっていうね。まあ、相手の方もまあ少しね、まあ、例えば、まあお互い様なんですけど、少しこれ得までは少し損ぐらいでまあいいかで済ましていればこうならないんですけど、まあ、お互いにねこう少しの損はやっぱり嫌だというね、突っ張り合うとこういうことになるんですよね、将棋はね。この時に必ず金を取るのが大事ですね。これ取らないと竜取ると取り返されちゃって損しちゃうんで、これで取って、さあこの時ですね、さあこれで、まあ、私が今気持ちよく攻めたんですが、ここで相手の方の手番になって、持ち駒に飛車角角銀桂というものすごい豊富な持ち駒、そして私王様がね場外に出てますから、まあ、この瞬間が非常に怖いですね。私の番が来ると5八銀とか、まあ、6六銀とか、まあ、6六歩とか、この王様がねもう相手の王様はね、まあいわゆる王様はもう守りもがないんで、攻める順番が回ってくればまあいけそうなんですけれども、ここでどの程度きつい手が私の陣形の方に、私の方にあるかですね。ただ5八銀っていうのがもう、まあ、金取りもそうなんですけど、もう6七金からの詰めろになるんで、まあ、すぐ詰めろがいくんですよね。まあ、簡単に言うと先手の王様にね。なのでこの王様は場外に出てて、かつ先手が豊富な持ち駒を持ってますけれども、まあ、詰めろをかけていくっていうのはね結構大変な作業ですよね。ということでちょっとこうひねった手ですね、この飛車打ちはね。なるほど、これはね飛車をこっち回って指すことも含みに入れた手ですね。ただこれはさすがに歩を受けるかな。下から歩打つ手もあるところですね。これね今そうですね、下から歩打つ手もありましたがね、ひねってね。下から歩打った方がいいメリットとしましては、まあ飛車をね、8五飛車とかなってきた後にね、そうですね、この時にそこ歩ってところになってきた時に王手になるっていうのが相手の方の狙いですね。ただこれでどっちかすいません、銀5八から打つか6六から打つか、どっちがいいかな。あと何分？さあ飛車成りがね6一に歩を打った方が良かったかもしれないですね、私の方もね。銀を上から打つのがいいのか脇から打つのがいいのか非常に迷いますね。どっちもありそうな感じですが、上から打った方がいいかな。あえてこちらから打つとね詰めろ、金取りなんですけどね、ちょっとねその後使いにくくなるかもってことなんですよね。どっちがいいかな迷いますね。6六から打つ手もある。まあでも詰めろ金取りでいきますかね。どちらもあるところです。でこの時にね飛車のライト型のね6五飛車って非常に工夫した手で、これで飛車を成った時に6一歩とね打たれると硬すぎるんで、まあ飛車を成って王様上がれば、そうですね、これ王様上がれば詰みはないんですけど竜角を利いてるんで、いつでもねまあ4五角みたいな手で詰めろがね、6五角みたいな手で詰めろがかかるということですね。さあこれでまた相手の方がどれぐらいこの王様が受けとして持つかですね。王様上がって、さあこれがどうか。
飛車を打つと桂合いなのかな。まあこれは飛車を打ちたくなりますね。他に、手があるか。6六銀と打つ手もありますが、王様上に上がってきますかね。6六金もあるか。金もありますね。ただ上がって際どいな。飛車を打って、まあ桂馬を飛車を取って桂合いですよね。それを打って例えば銀を打つとか、まあ、そういう感じですかね。まあ飛車を打ちましょうとりあえず。これで8六玉ですとね、こう飛車がこう7六に効いてる、7五筋に効いて7五銀と打つ手がありまして、それは捕まってそうですね。でこの合駒、いわゆる合駒請求っていうんですけど、こう打つことによってね、まあ、歩は当然に歩で打てないですし、角銀桂です。どれか打たないといけないんでね、打たせることでまあ間接的にね自玉もまあ安全になるということですね。はい。まあこれは桂合いでしょうね、おそらく。ただまあまだ難しいですね。私の方もこう詰めろがね切れちゃうとねやっぱ竜がこう効いてるんでね、そうですね、桂合い。いや相手の方もこう非常に正確に受けてるんでまだまだ難しいです。こう銀かな。7銀打ちですかね。腹銀ですね。これは、7八飛車成から7六竜と引く形でね攻めていくという感じです。ただまあ不安なのがね、こう上から押さえてる攻めじゃないので、まあ上部にね脱出されるのが怖いですね。でその時6二の金がどれぐらいこうなんていうんですかね、防御にそのなんていうんですか上部脱出を止めてくれるかっていうのが私の方としてはね、まあ希望ってことですね、期待ですね。この6二の金がいることがね、そうですね、これがね奥の手なんですよ、相手の方のね。そうこれがあるので一応考えないといけないで、飛車を成って、さてこのね角打ちが3二角成以下のね詰めの逃れになってるかどうか。あとこの王様は非常に危ないので、まあもう一個相手の方の時間がちょっとないですね。結構ね3四銀成で7六銀成で、さあ同角なら同角ですか。これで詰みはないかな。同竜で角を打ってもちょっと詰まなそうですね。桂馬を打って竜を、まあ、金を打って竜を抜く方がいいかな。そうですね、これは勝ちになりましたがね。今王様逃げてもねちょっと捕まってたと思うので、逃げる形がなかったと思うんで、これでねまあ一応角が取れて私の王様は依然として安全で、ここに金がいるんでね、これ入玉ちょっときつそうですよね。王様入っても竜引きがあるんでね、はい、これは捕まりましたね。寄せ切った感じになりました。はい、これ竜引いてねぴったりです。ありがとうございました。おめでとう。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ戦型が角換わり腰掛け銀ということで、まだチャンネルではちょっと少ない方の戦型だと思うんですけど、まあ一言で言って非常に難しい戦型なんですね。局面のポイントここですよっていうのは一箇所じゃないというね、ちょっと難しい戦型なんですが、私が交換した角をね交渉に打って戦うという、作戦をね使ったのがまあポイントの一つなんですね。まあそういったあたりをね中心にワンオンでね解説をしていきますので、ぜひぜひ解説編の方もね合わせて見ていただければなと思っております。この動画が良かったので、またグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。